かかったマグロを連続で逃がしてしまった南兄弟。ナブラが発生し、再びマグロがヒット。回転したダンブが勢いよく引っ張られるも針を外され、あえなく3度目の失敗。南兄弟スランプに陥っていった。マグロの群れがまだ漁船の近くを泳いでいる。友人奇跡の連続ヒット。マグロの口に針のフックは決まったのか。吉和さん、船をコントロールし、竜兵さん、手ぐすをみるみる巻き上げる。船底へ電気ショッカー急降下。仕掛けごと手ぐすが持っていかれ、漁師と魚の本気の真っ向勝負。浮上してきた魚影めがけて仕留めにかかる。今度はどうだ。南兄弟、明け方3時に出港しており9時間後、三度の失敗を乗り越え、ようやくマグロを射止めた。長く険しいこの旅、病み上がりで休養していた竜兵さんの復活を祝福する手柄となった。度重なった失敗の悔しさから学び、仕掛けや漁法を改良しながら成果につなげた上々の黒マグロ。その水揚げ時の推定重量約170キロの大物であった。早朝から3度立て続けにバラしてしまったが、今回は秘密兵器の針がマグロの口にしっかりかかっていた。すかさずテールを切り落とし、身質を確認。エラや内臓を除去し、同時に動脈の血抜きを行う竜兵さん。南兄弟、マグロをおいしく食べてもらえるよう船上で最大限の処理を行っている。格闘により上昇したマグロの体温を下げ、殺菌水で体内を洗浄後、漁槽で冷却し鮮度を保っている。前半の失敗を取り戻そうと吉和さん、急いで次なる獲物を狙いに行く。
深4、50メートル付近に数本のマグロの反応。西方丸の真後ろを泳いでいる。船を止め、当たりが来るか疑似餌で様子を見る。どこからともなくカモメがやってきて鳥山の目となるが、ソナーからマグロの姿が消えていた。その時、2時方向でマグロが海面を跳ねる。水しぶきを上げ、激しく餌を追いかけ回している。吉和さん、船を走らせマグロの影を追いかける。海中に住むマグロがいつ飛びついてもおかしくない緊迫した状況。爆弾と呼ばれる漁具を接続。針につけた仕掛けを不規則に動かし、マグロの捕食本能を刺激する狙いだ。マグロの目に止まらないのか、30分ほどトローリングするも誘いに乗ってこず。処理を終えた竜兵さんが合流し、仕掛けの立て直しだ。飛ばしが弾く。マグロか。はマグロに違いない。
ってきたマグロはまだ可愛らしい小ぶりな大きさ。そのまま海へ返すこととなった。日没が迫る中、焦りがこみ上げる南兄弟。5本の当たり中、水揚げできたのは1本のみである。風が強くなり、うねりが増してくる。龍平さん、おもむろにイカをさばき出す。2025年道南函館では6月より解禁となるはずのスルメイカ漁であったが、漁獲量がほぼゼロという歴史的不漁に見舞われ、史上初めて初競りが中止、延期になる事態に陥った。津軽海峡を挟みイカの漁獲量日本一を誇る青森県と北海道であるが、今重大な危機に瀕している。北西から吹きさらす寒風にはためく旗のように船尾にその貴重なイカが吊るされた。稲見兄弟、新たな戦法を発令する。イカの生っ火漁法。大自然の潮風にさらされ、時間を増すごとにイカの風味が洋上に漂う。カモメを誘い出し、魚をおびき寄せ、大自然を惑わし、人工的に変化を起こす新手の手法だ。その時、風下にシャープなマグロの魚群が現れる。聖宝丸、先読みして胸の先頭を狙う。船の真後ろに魚影が2人とついている。次回、漁終了まであと1時間と刻々と迫るラストチャンス。杖とも柱とも頼る津軽のイカの結末やいかに。友人